こんにちは、ふうやんです。今日は三重県亀山市に来ています。そしてここが亀山駅です。ちなみに皆さんは亀山というと何を思い出しますか？普通はろうそくや味噌焼きうどんですよね。でも今日はそれ以外のものを紹介します。大丈夫です。ろうそくや味噌焼きうどん以外にも紹介できるものはあるんです。ちなみに近鉄王国の三重県ですから。JR の電車の本数はこんなものです。最近駅前は再開発されて正面には図書館ができました。でもそれ以外のテナントはがら空きですけど、リニアの亀山駅って本当に考えているんでしょうか？新幹線の岐阜羽島と同じ運命ではないかな。そして見えてきたのが大和尊と音橘姫の像。実は2人とも亀山に関係があるんです。そしてやってきたのが旧東街道、通称東町商店街です。昔は活気があった場所なんですが、いろいろとありまして現在は少し寂しい状態になっています。先ほどの大和尊の件ですが、伊吹山で負傷して都に帰る途中にここ亀山で息を引き取りました。そして奥さんである音橘姫の生誕の場所とされているのも亀山にある押山神社というところらしいです。これだけで亀山ってすごいところだと思いますよね。それでもすごいと思えない人はこの先この動画を見てすごいところを見つけてください。旧東街道はここを左折ですが、とりあえず亀山城に行ってみます。薩摩跡です。ここが亀山の中心だったんですね。ここは亀山西小学校。お城の塀っぽくて良いですね。左側に見えるのが亀山市役所です。亀山城跡にやってきました。正面に見えるのが多聞櫓です。この多聞櫓は三重県で唯一現存する城郭建造物として県史跡に指定されています。この亀山城ですが、江戸時代初頭に丹波亀山城の天守を解体するよう命じられた堀尾忠治の間違いによって天守を取り壊されています。多聞櫓に入ってみます。ここは一時民間に譲渡されて何かの工場として使われていたそうです。そしてその後亀山市の所有となりました。平成24年に大改修を行いましたが、完成直前に放火がありました。この柱を継ぎ足した部分が放火された場所です。こちらは亀山駅方面の景色です。これが燃えた部分です。この地図では堀は少ないですが、その後城全体を囲むようになっています。本丸跡には亀山神社があります。鳥居をくぐった左側に神行と龍武芸方という剣術の道場があります。そしてその武道は今でも継承されてここが使われています。ここが亀山神社です。城内に祠を設置して増見神社と呼んでいましたが、明治の統合によって現在の神社になりました。
そして隣は稲荷大明神があります。城の北側に行ってみます。しかし結構長い階段です。ここは公園池です。静かで落ち着く場所です。今度は城の南側に来ました。ここは石井源三、半蔵兄弟が父と兄の敵である赤堀水之助を討ち果たした場所です。父や兄が殺された時、石井兄弟はまだ幼かったので28年後に仇討ちしたそうです。そんなわけで旧東街道にやってきました。やってきたのは旧立家住宅増屋さんです。元は呉服商で大正14年までここで商いをしていたそうです。その後住居を津に移しましたが、平成19年までここを所有管理していました。そして亀山市に寄贈されて亀山市の有形文化財になりました。広い庭もあります。屋敷の中も見せてもらいます。ここで変わったものを見つけました。これって隠し階段ですよね。早速後でつけたという階段で2階へ上がってみます。話を聞いたところ、明治6年にここに明治天皇の親戚の三条実富氏をかくまっていたとのことです。明治6年だとまだ各地で士族による反乱があった時代で、天皇家の人間は危険を感じていた時期なんでしょうね。ここが三条実富が隠れて住んでいた場所です。どうですか？今度こそすごいでしょう。そしてここが下から見上げた隠し階段です。なんて書いてあるのか分かりませんが、いかにも高貴な雰囲気ですね。外に出ないで蔵へも行けます。思いがけずすごい場所を見学できました。次にやってきたのは外堀跡。平成21年の発掘調査の内容が書いてあります。堀の深さはそれほどではなく、高い土糸の組み合わせで防御していたそうです。
城西地区コミュニティセンターというところですが、立派な塀で囲まれていて広場もあります。次は武家屋敷の加藤家屋敷跡です。この長屋門と土蔵は市指定文化財になっています。加藤家は亀山藩主の家老だったらしく、当時は馬より大きな屋敷だったそうです。これが当時の図面ですが、確かに今の10倍くらい広い屋敷です。こちらが長屋門。ここは馬屋です。馬の世話をする人の部屋だったらしい。そしてここは門番の部屋。冒頭で後で歩くといった旧東街道です。結構長くやっているお店でしょうね。お寺らしきものがあります。ここは遍照寺というお寺で、1600年代に建てられた由緒あるお寺らしいです。地元の人からは頭で金つく遍照寺と言われていますが、説明もなかったのでちょっと何言ってるのかわかんないんですけど。宗祖神聖上人の幼名の由来が書いてあります。墓石の集合住宅ですね。区画整理か何かでこうなったんでしょうか。東町商店街まで戻ってきました。せっかくなので名物でも食べてみます。味噌焼きうどんでも有名な上田さんです。でもここへ来た目的は味噌焼きうどんではありません。いくつか賞状が飾ってあります。名店の証ですね。
さらにサイン色紙もあり期待が高まります。そしてやってきたのが名物亀山ラーメン。伊勢志摩サミットの前に亀山の名物をもっと作ろうと飲食店が話し合って作った新名物です。牛骨エキスをベースに赤味噌、豆味噌、麦味噌の3種の味噌を合わせた牛骨味噌スープが特徴。そして具材には平茸、畑しめじ、花びら茸などのキノコ類を使っています。味噌ラーメンとしてはこれだけ赤味噌を入れるのは珍しいんじゃないでしょうか。美味しかったです。ごちそうさま。次にやってきたのが野母野神社。まだ亀山の魅力がわからない人のためにおまけです。ここは大和尊のお墓がある場所なんです。神社なので鳥居があります。神社へはまっすぐ進みますが、お墓はここを左に曲がります。やってきました。この上が大和尊のお墓です。見てください。ちゃんと宮内庁の文字もあります。岐阜県の伊吹山で負傷した大和尊が故郷の都へ帰る途中にここで息絶えたそうです。またいつかその時の足取りを紹介したいと思っています。三重県の名前の由来も関係しているんです。飾り気のない静かな場所ですが威厳を感じます。さて今日の街ブラはいかがだったでしょうか。最後まで見ていただきありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録して次回もご期待ください。それではまた。